ドライフードの計量カップの見方。じゃん。皆さんこんにちは。ワンちゃん猫ちゃんにフードを与えることは毎日の大切なお世話の一つですが、きちんと計量していますか？ワンちゃんや猫ちゃんが太ったり痩せたりしないように、正しく計量してドライフードを与えてもらおうと、ペットフード会社から専用の計量カップが用意されている場合もありますが、メモリがたくさんあってちんぷんかんぷんになることない？あるよね。このように同じ1カップでもグラムの数値がバラバラだとどのメモリを見ていいのか迷うよね。今回はドライフードの計量カップの見方についてです。ではまず問題です。フード重量 100g あたり 360kcal のドライフードがあります。このフードは 200cc の計量カップ1杯で 100g です。180kcal 必要な場合、何カップ与えればいいでしょうか？正解は半カップ、1/2カップです。この問題の回答の前に次は計量カップの謎に迫るよ。計量カップは物の体積を測るカップです。重さではありません。例えば、水1カップやペットフード1カップのようにカップに入った量で表現します。計量カップは測りで測るより簡単な操作で測ることができます。測りの場合は、測りを用意して目的の量になるように調整しながら測ります。計量カップの場合、およその量になってしまう場合もありますが、スピーディーに測ることができます。重さと体積、かさは違います。体重計に乗って息を吐き出し、お腹をへこませて体積を変えても、体重は変わらないように、物の重さは形を変えても変わりません。また、見た目が同じでも重さが同じとは限りません。例えば、同じサイズのドライフード一粒でも、ぎゅっと詰まって重い一粒から、中が空洞の軽い一粒があります。右側は空洞を除いて詰まったドライフードにすると、小さいサイズになります。同じ 50g のペットフードでも、計量カップの量が異なることがあるのはこの理由もあります。実際の 50g の重さが計量カップだとどのくらいの量になるのか、まず水の 50g から見てみましょう。水 50g は 200cc の計量カップで何カップでしょうか？計量カップに 50g の水が入っています。この計量カップを横から見ると4分の1カップです。フードボウルに入れたらこんな感じです。わかりにくいですが 50g の水が入っています。次にドライフード A50g をはかりで測り、計量カップに入れて横から見ると2分の1カップ強でした。同様に確認すると、ドライフード B の場合は2分の1カップでした。同じ 50g ですが、ドライフード A より体積、つまりかさは減っています。次にドライフード C では1カップ弱でした。同じ 50g ですが、このドライフードはすっごいかさがあります。最後にドライフード D では4分の3カップでした。このフードは粒のサイズがすっごく大きくて、粒と粒の間や粒と計量カップの間の空間も大きく、計量カップの体積を増やす原因になってるね。
50g の水とドライフードのカップの量をイラストにしてまとめてみました。一番左の水は4分の1カップ。次のドライフード A は2分の1カップ強。真ん中のドライフード B は2分の1カップ。右から2番目のドライフード C は1カップ弱。一番右のドライフード D は4分の3カップでした。これらをさらにまとめると、このようなメモリだらけの計量カップになりました。左の2つは通常のメモリですが、その隣はドライフード A 専用のメモリ、その隣にドライフード B、C、D 専用のメモリと続きます。このように計量カップにたくさんのメモリのついている理由は、ドライフードの種類に応じたメモリを用意しているからです。それぞれのメモリにフードの名称がついていると思うよ。別の理由でメモリが用意されている場合もあるかもしれません。よくわからないときは購入したお店に問い合わせるか、与える量を量りで測ってから使いましょう。問題の回答です。フード重量 100g あたり 360kcal のドライフードがあって、このフードは 200cc の計量カップ1杯で 100g でした。180kcal のエネルギー量が必要な場合に与える量をカップの量で答えなければいけません。180kcal 中のドライフードを A g とすると、360対100イコール180対 A。360×A イコール 100×180。A は 100×360 分の180。A は50。180kcal 中のドライフードは 50g でした。50g のドライフードを B カップとすると、100対1イコール50対 B。100×B イコール 1×50。B は 1×100 分の50。B は2分の1。50g のドライフードは2分の1カップでした。もう一つの解答方法です。どちらもドライフード 100g という条件があります。これをまとめると1カップはドライフード 100g で 360kcal です。360kcal は1カップ。180kcal を C カップとすると360対1イコール180対 C。この比の式を解くと C は2分の1。180kcal のエネルギー量を与えるために必要な量は2分の1カップになりました。まとめと補足。重さと体積は違います。カップに入れたドライフードのかさを変える原因は1、ドライフードの粒の中に存在する空気。2、ドライフードの粒と粒や粒とカップの間の空間。3、1や2のような空気を除いたドライフードの成分自身の密度の違い。密かどうかの違いだよ。空気でかさが増したドライフードの場合、見た目たくさん与えることができますが、実際食べた犬猫が満足するかどうかはわかりません。空気でお腹は満たされないからね。でも、フードの栄養素性によっては満足する場合もあるよ。面白いね。計量カップのメモリがわからないときは一度測りで与える量を確認するといいよ。計量カップで与える際は、フードを入れたカップをトントンしたり振ったりすると、フードの粒が揃ってカップに入る量が増えて、与える量が増えちゃうから注意してね。犬さん猫さんにもっとトントンしてと言われてもダメだよ。
他の動画も見に来てね。